今回は1992年、イワン・カペリはなぜ活躍できなかったのかを分析したいと思います。92年念願のフェラーリチームに入ったカペリですけども、F92A という車が全然ダメな車だったということもあるんですが、それにしてもチームメイトのアレジにも勝てなかったですし、レイトンハウス時代の速さを知る人から見ると、不思議なぐらい速くなかったです。フェラーリ内部でアレジの方が優遇されていて、最新のパーツは全てアレジが使っていたであるとか、T カーもアレジが使っていたであるとか、そういう事実があるにしても、レイトンハウスのマシンでトップ争いをしたぐらいのドライバーですから、不利な状況で走っていたとしても、それを覆すぐらいの瞬間が少しはあってもよかったと思うんです。でも全くありませんでした。彼のドライビングは F92A にどう合わなかったのかっていうのを見ていきたいと思います。まず92年のカペリです。シーズンオフのテストでは前年型643でコースレコードを更新。速さをアピール。92年シーズンが始まると苦戦の連続。マシンの不調もあるがアレジにまるで勝てない。レイトンハウス時代の速さはどこに消えた。フェラーリにやってきて、まず前年型の643に乗ったんですね。で、コースレコードを更新するほど速かった。まずここでわかるのが、レイトンハウスのマシンとフェラーリ643では、エンジンパワーも違うし、車の性格も違うと思うんですけど、そういうマシンの違いを一気に乗り越えて、速さを見せることができたってことですね。なので、カペリが別にマシンが変わったら合わせられないっていうわけではないっていうことですよ。だけど、92年は絶不調でした。どうしてでしょうか。まずそもそもカペリのドライビングスタイルってどういうものなのかっていうのを紹介したいと思います。カペリは、レイトンハウスでフル参戦を開始しましたので、当時マシンをデザインしていたエイドリアン・ニューウェイさんのマシンで育ったわけですね。なので、ニューウェイさんのマシンに最適化されたドライビングでした。1、挙動変化を徹底的に抑える。マシンの姿勢変化によってダウンフォースが失われるのを防ぐため、ステアリングやペダル操作を極限まで滑らかに行った。急激なブレーキングや乱暴なターンインをすると、フロントが沈み込んで、床下の気流が乱れ、コントロール不能に、マシンの姿勢を常に一定に保ち、繊細なコントロールでコーナーリングスピードを維持した。ニューウェイさんのデザインするマシンは、空力性能が優れている一方で、マシンの姿勢が乱れると、その空力性能を発揮できないという癖がありましたけども、カペリは繊細なドライビングでそれを抑えてたんですね。なので、レイトンハウスの車をたびたび速く走らせることができたということみたいですね。で、2番、先読みと正確なライントレース。マシンのスライドを力技でねじ伏せるようなアグレッシブなスタイルではなく、マシンの進路をあらかじめ完璧に予測し、クリッピングポイントを寸分の狂いなく捉える走りが求められた。少しでもラインを外して、縁石を高く踏めば、その瞬間にマシンの空力バランスが崩れてしまう。マシンの姿勢が乱れないように、速く走るには、理想のラインを走り続ける必要があるわけですね。ラインを外して車が揺れてもダメだし、縁石をもし余計に踏んでしまっても、ダウンフォースは崩れてしまうので、何しろカペリは車をねじ伏せるような運転をしてたんじゃなくて、とにかく決められたラインをぴったりと走って、毎ラップそれをブレることなく続けていたってことですね。それはそれで大変ですよね。神経使いますから。3番、非力なエンジンを補うコーナーリング。レイトンハウスが搭載していたジャット V8。これは88年から90年ですけど、は、ストレートで圧倒的に不利。カペリは前述のスムーズな走りで、コーナーへの進入速度を極限まで高く保ち、コーナーリング中の失速を最小限に抑えることでタイムを叩き出していた。レイトンハウスはパワフルなエンジンを積んでいませんでしたから、コーナーリングスピードを落とすわけにはいかないわけです。先ほどの2番の理想のライン取りで走り続けるというのと、密接に関係してますけども、とにかくコーナーリングスピードを高く保つという走り方をしていたわけです。何しろ繊細な空力マシンなので、この1、2、3番3つを見てると、
とにかくこの時のニューエイさんがデザインしたマシンは空力的に超がつくほど繊細なマシンなので、マシンをとにかく揺らさない、ライン取りを変えない、コーナーリングスピードをとにかく高く保つという繊細なライン取りが要求されるマシンだったんですね。それをカペリは実現していたと。で、この時のことをニューエイさんはこう言ってます。カペリとグージェルミンは非常に意欲的で若く素直にマシン開発に協力してくれた。ニューエイ離脱後の90年フランスグランプリでの改装もカペリが諦めずマシンフィードバックを出し続けたことで実現した。ニューエイさんはその当時のカペリとグージェルミンの開発に対する協力姿勢を褒めてますね。ということはこの時のレイトンハウスのマシンはニューエイさんがデザインしたからただ単に速かったっていうことじゃなくて、ちゃんとカペリとグージェルミンがテストをしたり正しいフィードバックをしてくれたことで車が進化したっていうことですよね。で、90年フランスグランプリでカペリが途中までトップを走って、最後にプロストに抜かれちゃったですけど、それもマシンが改良されたこともありますけど、カペリが諦めないできちんとマシンのフィードバックをチームに出し続けたことで実現したということをチームスタッフも言っているようです。なのでとにかくカペリさんっていうのはドライビング自体も精密で素晴らしいっていうことと、ちゃんと開発もできるっていうことが証明されてますよね。でもなぜかフェラーリでは遅かった。F92A に合わなかった理由。カペリの得意とするスムーズに姿勢を保って走ることなど、不可能なほど予測不能な挙動の乱れを起こすマシン。スムーズな荷重移動を求めるカペリ。フロントが突っ張って感覚がつかめないということだったそうです。今回はこの F92A というマシンそのものは深く説明しませんけども、とにかく欠陥だらけの車だったんで、カペリぐらい精密なドライビングで理想のラインに乗せて走り続けようとしても、それでも予測不能な動きをするマシンだったと。前にアレジの動画でも紹介しましたけど、この F92A はフロントがモノショックサスなので、フロントが突っ張って感覚がつかめないという車だったというのも彼が速く走れなかった理由の一つのようです。カペリはこのマシンについてこう言ってます。マシンを少しでも速くしようとセットアップを変えても、空力の問題なのかエンジンの問題なのか、反応が毎回違っていた。マシンと対話して限界を見極めることが不可能なほどランダムな挙動を示すため、走れば走るほどドライビングの自信を失っていったということのようです。セットアップを変えても車の反応が毎回違うと。で、走れば走るほど自信を失っていった。非常に辛い状況だったんですね。これまで何人かのドライバーのドライビングスタイルについて紹介してきましたけど、時代は違ってもニューエイさんのマシンを速く走らせたのはデーモン・ヒルであるとか、キミ・ライコネンだったわけですけども、やっぱり彼らも非常にスムーズで車を滑らせないで理想のライン取りをきちんと守って走るっていうドライバーだったと思うんですね。だからカペリもそのタイプなんだと思います。なのでカペリもニューエイさんのマシンに乗り続けることができればずっと活躍できたと思うんですね。ニューエイさんのマシンに乗れなくてもその前年型の643では速かったわけなので、この F92A という車に出会ってしまったことがカペリさんにとっての不運だったのかなと思いますね。なぜかアレジにとっては F92A はいい車だったわけですけども。こんな感じでカペリさんっていうのは非常に繊細で精密なドライビング。で、フィードバックもちゃんとできる。92年活躍できなかったけど、やはりフェラーリに呼ばれるだけのことはある。トップドライバーだったっていうのは間違いないですね。だけど、この92年のせいでもう実質 F1 ドライバーとして終わってしまった。自信を失っていったっていうのが93年、ジョーダンのマシンに乗っても続いてしまったんじゃないのかなと思います。皆さんはこのカペリさんについてどのように感じましたか？何か思うところがあればコメントに書いてください。いつも皆さん高評価、コメントありがとうございます。本当に嬉しいです。チャンネル登録も最近また増えてきて非常に嬉しいです。登録されてない方いらっしゃいましたら、ぜひお願いします。また次回も頑張りますのでよろしくお願いします。